ゼータ計画とアナハイムガンダム、アナハイムエレクトロニクス社の歴史、進化の系譜、その2。機動戦士ガンダムシリーズの舞台である宇宙世紀において、たびたびモビルスーツ製造メーカーとして登場するアナハイムエレクトロニクス。ガンダム試作0号機から4号機のような GT 計画のモビルスーツに始まり、ゼータガンダム、ダブルゼータガンダム、ニューガンダム、サザビー、ユニコーンガンダム。そして近年の映像化作品では、先行のハサウェイに登場するクシーガンダムやペーネロペーまでも、アナハイムエレクトロニクスが開発した機体となっています。このように、アナハイムエレクトロニクスは、敵味方問わず各種陣営に納品することで、死の商人とも呼ばれる、ガンダム世界から欠かせない重要な企業です。今回は、そんなアナハイムエレクトロニクスについて、以前ご紹介させていただいた宇宙世紀0083の GP 計画以降、ゼータ計画からサイコフレーム導入前までの歴史を解説させていただきます。宇宙世紀0083、地球連邦軍は GP 計画でガンダム試作機を開発しましたが、試作2号機サイサリスはジオン残党軍ベラーズフリートに奪取されてしまい、さらに北米穀倉地帯へのコロニー落下阻止作戦に失敗してしまいました。その結果、地球連邦軍はアナハイムエレクトロニクスに対して全編周囲モニターのような一部の技術を除き、 GP シリーズの研究成果や技術の全てを秘匿するよう命じたので、アナハイムエレクトロニクス社は大きな損失を被ることになりました。さらにベラーズ紛争によってジオン残党狩りを目的とした特殊部隊ティサーンズを設立しました。こうして新アースノイド派に傾く地球連邦軍は、新スペースノイド派が多いアナハイムエレクトロニクスを軍内部から排除しようとしていったので、アナハイムエレクトロニクスは企業の存続が危ぶまれる事態になりました。しかし宇宙世紀0085、アナハイムエレクトロニクスの重役はウォンリーの仲介で、地球連邦軍の高官ブレックス准将とシャーズナブルに会うことになります。ブレックスとシャーはティサーンズに対抗する組織を立ち上げるため、アナハイムエレクトロニクスモビルスーツ開発の援助を求めたのでした。万が一シャーへの援助が地球連邦政府にバレた場合、さらに苦境に立たされる危険性が高いアナハイムエレクトロニクスは協力するか悩みますが、シャーは2つの提案をします。1つ目は、1年戦争後にシャーが潜伏していたアクシズで入手した新素材ガンダリウムガンマを提供するということ。2つ目は、ティサーンズが開発する次世代のガンダムタイプモビルスーツを奪取して提供するということ。こうしてアナハイムエレクトロニクスはシャアの新組織エウーゴのバックアップを決定し、新型モビルスーツの開発に取り組んでいきます。ゼータ計画は詳細がはっきりされていない計画です。アナハイムエレクトロニクスとエウーゴの共同開発計画全般を指すという説や、エウーゴの主力モビルスーツを開発する計画という説、そして次世代の可変モビルスーツ開発計画を指すこともあります。なお、漫画アナハイムレコードによると、ティサーンズが可変型モビルスーツのムーバブルシステムを確立して戦線投入した場合、アナハイムエレクトロニクスが大打撃を受けることから、可変型モビルスーツを完成させることがゼータ計画の目的とされています。まず最初に開発されたのが、開発コードガンマ RMS099 リックディアス、通称ガンマガンダムです。新型モビルスーツ開発当初、アナハイムエレクトロニクスはエウーゴから高性能量産型という要求を受けて、プロトタイプリックディアスを開発したものの、出力不足の問題が生じたことから、ガンダリウムガンマを採用してリックディアスを開発しました。リックディアスの開発には、アナハイムエレクトロニクスの中でも、旧ジオン系の技術者が多く携わり、ドムシリーズの最終量産型ドワスが直接の原型になりました。そこに、エウーゴの技術を集約した結果、リニアシート、ガンダリウムガンマ、試作型のムーバブルフレームを採用した初の第2世代モビルスーツとして完成しました。ブレックス准将はガンダリウムガンマを採用していることからガンマガンダムと名付けましたが、最終的にクワトロによってガンダムの外観をしていないことからガンダムの名を外され、リックディアスとなりました。アナハイムエレクトロニクスはリックディアスの開発と同時に強襲用宇宙巡洋艦アーガマも完成させます。そしてクワトロ、アポリー、ロベルトがリックディアスに登場して、ティサーンズの新型ガンダムのダッシュに向かうのでした。そして次に開発されたのが、開発コードデルタ MSN001 デルタガンダムです。デルタガンダムはダッシュに成功したティターンズの新型機ガンダムマーク2の技術を取り入れて開発されました。
可変機としてシミュレーションされたものの、可変機構のムーバブルフレームの強度問題が解決できなかったので、最終的に非可変機100式として完成しました。100式は非可変機として完成したものの、可変機として設計された名残としてハイブフレキシブルバインダーなどを搭載しているので機動性が高く、さらにクワトロが登場することからピーキーな設定が施されています。100式はグリプス戦役終盤で大破しましたが、機動戦士ガンダムダブルゼータではマイナーチェンジした2号機がガンダムチームに配備されました。なお開発コードデルタの可変機への挑戦は続き、宇宙世紀 0090 台にはガンダムデルタ界やデルタプラスとして再設計されていくことになります。また100式が開発される頃、アナハイムエレクトロニクスはティターンズへハイザックを提供していましたが、エウーモ向けの新型機を開発しているという嫌疑をかけられていたため、その追及を回避するためにティターンズへマラサイを無償提供しています。なお模型雑誌モデルグラフィックス別冊ガンダムウォーズプロジェクトゼータによると、デルタガンダムの前に開発コードイプシロンエプシーガンダムが開発されています。装甲剤ガンダリウムガンマをさらに改良したガンダリウムイプシロンを使用した機体で、単独での中距離航行が可能なものの、製造コストが膨大なので実際は製作されず、設計データを流用してデルタガンダムが開発されています。ただしこれはあくまで模型雑誌の独自設定と位置づけられている機体です。100式が実戦投入された後、可変機の開発に難航するアナハイムエレクトロニクスは非可変機のプロトタイプゼータガンダムを開発しました。頭部の形状が100式型の X1、リアス型の X2、メモ型の X3 の3機が製作されています。この頃シロッコが独自設計した可変機メッサーラが現れたことで、可変機への夢を諦めきれないアナハイムエレクトロニクスはクワトロから送られたガンダムマーク2の余剰パーツとガザシーのデータを徹底分析します。こうして完成したのが MSA-00 メタスとなります。なおメタスは可変機のトライアルとして開発されたので耐久性が低く、量産化が見送られた機体ですが、後にゼータガンダムにメタスの変形機構を取り入れた後継機 Z2 となり、リゼルへとつながっていきます。メタスの完成によってトランスフォームシステムを確立できたと考えていたアナハイムエレクトロニクスですが、時を同じくしてティターンズの可変型モビルスーツギャプランやアッシマーが戦場に現れ、さらに大型モビルスーツサイコガンダムも登場しました。こうして可変機でありながら高火力やサイコミを搭載したモビルスーツを目の当たりにしたアナハイムエレクトロニクスが技術の粋を集めて完成させたのがゼータガンダムとなります。ゼータガンダムカミーユ行きます。開発コードゼータ MSZ007 ゼータガンダムはガンダムマーク2のムーバブルフレーム技術とリックリアスなどに用いられた装甲材質ガンダリウムガンマ、そして完成した可変機向けムーバブルシステムにカミーユリ弾のアイデアを採用して完成しました。また簡易サイコミュバイオセンサーを搭載してパイロットの脳波制御で機体のコントロールが補助できるようになりました。こうしてついにウェイブライダーへの変形が可能な機体として完成したゼータガンダム1号機はカミーユの登場機としてグリプス戦役を戦い抜き、さらに柔道やルール化などとともに第一次ネオジオン戦争でも戦いを繰り広げていくことになります。アナハイムエレクトロニクスはゼータガンダムが完成したことでゼータ計画の目的である次世代の可変モビルスーツ開発を達成しましたが、ティターンズの新型機が続々とロールアウトされていたことに危機感を持ち、さらなる高性能機の開発に取り組みます。こうしてゼータ計画の先にアナハイムガンダムと呼ばれるギリシャ文字を冠したガンダムが開発されていくことになりました。まず開発コードイータ MSZ007 レイピア1です。書籍ガンダムウォーズプロジェクトゼータに登場し、レイピアガンダムやゼータレイピア1とも呼ばれる機体です。レイピア1はゼータガンダムの発展型にあたるものの、ゼータガンダム開発部署とは別のリックリアス開発チームが可変モビルスーツ開発競争の中で製作した機体であり、運用実績はありません。なお量産型ゼータガンダムと同じ型式番号になっています。次に開発コードシータ MSZ010 ダブルゼータガンダムです。ゼータガンダムよりも高火力高出力な機体を追い求めるアナハイムエレクトロニクスは、過去のデンドロビウムを参考にしてプロトタイプダブルゼータガンダムとプロトタイプダブルゼータガンダム B 型を開発します。プロトタイプダブルゼータガンダムは2機に分離可能な分離合体機構の検証用の機体になっており、
2型とも言われるプロトタイプダブルゼータガンダム B 型は、頭部のハイメガキャノンをはじめとして、ハイパービームサーベルやダブルビームライフルの試作型を装備した高出力兵器の検証用になっています。プロトタイプダブルゼータガンダムは、分離合体検証実験の際に暴走して爆発する事故があったので、ダブルゼータガンダムには、コアファイターとドッキングさせるコアブロックシステムが採用されました。こうして、分離合体機構と高出力兵装を組み合わせた機体として、ダブルゼータガンダムが完成しましたが、ネオジオンがニュータイプ兵器を投入してきたので、アナハイムエレクトロニクスは、エウーゴから、さらなる強化を求められました。この時、アナハイムエレクトロニクスはニュータイプ研究に出遅れていたので、新型機を開発するよりも、ダブルゼータを生かす強化パーツを開発する方が現実的だと判断します。こうして、ダブルゼータガンダムは強化型ダブルゼータへ改修され、さらに、武装や装甲を追加したフルアーマーダブルゼータガンダムになっていきます。ダブルゼータのパワーなら、戦艦だって一発でやっちゃうぞ。一方で、ダブルゼータガンダム開発時には、もう一つの開発コードがありました。それが、開発コード、イオタ、MSA0011 スペリオルガンダムです。スペリオルガンダムは、究極のガンダムを目指して、ダブルゼータガンダムと同時に開発されました。ダブルゼータガンダムと同じく、コアブロックシステムと大火力兵装に加えて、モビルスーツの無人化を最終目標とする制御 AI アリスが搭載されています。スペリオルガンダムは4機が製作されましたが、高コストであることや、ダブルゼータガンダムと同時期に開発されたことで、ダブルゼータガンダムにエース機の座を奪われたため、量産にはつながりませんでした。お前なんかじゃ、このスペリオルガンダムの動きについてこれねえんだよ。その次は、開発コードシグマ MSA014 ガッパガンダムです。シグマガンダムという名称で伝えられている機体で、ゼータガンダムとダブルゼータガンダムを組み合わせたような外観であり、上半身はシグマアタッカー、下半身はシグマフライヤーへの分離合体が可能です。ガンダムセンチネルで型式番号が与えられ、宇宙世紀0093と0095に相次いだ木星圏におけるネオジオン残党の反乱に投入されたという記録が残っています。そして開発コードラムダ MSA0012 ラムダガンダムです。模型作例やイラスト等は存在しておらず、具体的なスペックや全身の外観がどのようなものだったかは発表されていません。ただし、ラムダガンダムとスペリオルガンダムの構造を組み合わせることで、ガンダムセンチネルに登場する量産機ネロが開発されています。こうして、ギリシャ文字を開発コードとするアナハイムガンダムの開発が進行していく中、この次には、サイコフレーム試験機ミューガンダムが登場することになります。ミューガンダムはデザイン画が公開されていませんが、機動戦士ガンダムナラティブでは、ミューガンダムと同世代の失敗作に改修を施した機体ナラティブガンダムが登場しており、アナハイムエレクトロニクスはサイコフレーム搭載機の開発を進めていくことになります。あんまり生真面目にやってるとバカ見ちゃうよ。余談ですが、アナハイムエレクトロニクスはジオン系技術者が多かった中、ゼータ計画を発動し、エウーゴに協力した結果、ガンマガンダム、デルタガンダムに始まり、メタスで初めて可変機の開発に成功しました。そしてその先にゼータガンダムを生み出して計画完了かと思いきや、混沌たる戦況からさらなる高性能モビルスーツを求めて、ダブルゼータガンダムやスペリオルガンダムを開発する流れになりました。その中でエウーゴがティターンズに勝利し、地球連邦軍が再び新スペースのイロハに傾いたことから、アナハイムエレクトロニクスはその力を強め、連邦系、ジオン系の双方の技術を結集して、両陣営兵器を供給する死の商人としての名を強めていくことになるのです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。